はい、では動物の紹介で、ここでは小鹿の紹介をします。で、小鹿のまず全体的な性格とか。小鹿ピュアでポジティブな甘い上手で、みんなに愛される天使的な存在と。で、純真で素敵な楽天家、みんなから可愛がられていたい、愛されたい。で、甘い上手で親しい人にはわがままで、駆け引きや裏表のある対応は苦手で、スキンシップが大好きで、恋人とは手をつないで歩きたいで、感情が爆発すると手がつけられない。怒ったら怖いってことなんだろうね。で、何でも興味を持つが長続きしない飽き性で、相手の喜びが自分の満足。めっちゃいいじゃんそれで、初対面では警戒心が強いで、人を育てたり教えたりするのが好きで、行動範囲が限られている、で、基本的な性格で、12匹の、動物の中で、唯一子供のキャラクターであることからもう分かるようにと、小鹿っていうのは子だから鹿の子供ってことだよね。小鹿だからね。で、このタイプの人は、可愛らしくて周囲の人たちの庇護欲をくすぐる愛されキャラと。難しい言葉、庇護欲、ちょっと引きつけるんだろうね。で、足がプルプル、小鹿って足プルプルするじゃないですか震えてうまく立てない、母親からの愛情がないと生きていけない、そんな生まれたての小鹿のイメージがあるので小鹿ってことなんだよね。で、無邪気さと、純真さで周囲の人を魅了します。みんなから可愛がられたい、見守ってほしい、優しく接してほしいというのが根本的な願望で、基本的に楽天的なんだけれども依存心は結構強いタイプと。で、愛され願望は強いながらも実はその警戒心も強いので、人見知りが激しいのも特徴。学生の時にね、確か小鹿の人一人いたんだよね。確かに人見知りだった。仲良くなったらいいんだけどね。で、初対面の人にはすぐ心を開かず様子を見ながら徐々に本性を見せるようにしていきます。で、真面目で誠実なので嘘は大嫌い。わかる、そんな感じした。で、駆け引きなども苦手ですが人の気持ちを察するのが得意で親切なので、特に部下や後輩からの人望は厚いでしょうと。人からよく思われたいという、気持ちゆえに誰にでも愛想よくして、八方美人になりがちなところがありますと。で、苦手な人にも優しく接してストレスを溜めてしまうこともあるので、無理のない人付き合いを心がけましょう。で、小鹿のキャラクター攻略法で、自分が相手からどう思われているかがとても気になる小鹿さんで、お互いの気持ちを確かめ合えるようなコミュニケーションを望みますと。なのでメールや LINE で済ませるより、直接会って表情を見ながら会話できると安心しますと。軽いスキンシップも効果的らしいです、小鹿に対しては。で、仕事面、笑顔は敵を作らないをモットーに卒のない、全方位外交展開、いろんな方向にその小鹿の人結構自営業やってんだよね。で、自ら進んで、人間関係の潤滑油となると。潤滑に行こうとするってことね。で、職場のオアシス的存在、周囲を気遣いながら上手に立ち回ることができます。部下や新人へは持ち前の優しさで親切に仕事を教えるので好感度が抜群。ただ本当は好き嫌いが激しい性格であるのにもかかわらず、みんなによく思われたいがためにやや八方美人になりがち。それが、知らないうちに自分の負担になっていることもあるので、売りは禁物ですと。で、真面目で、勤勉な性格なので仕事はコツコツに忠実にこなします。で、相手の気持ちを察するのも得意なので要領は良いタイプです。激しい競争やノルマを強いられるような仕事には不向きで、平和を愛するので、ギスギスした職場関係、環境も苦手で、また寂しがり屋なので一人でのテレワークでは心が疲れてしまいますと。自分とか一人でも結構耐えれる方。適職、パティシエ、フラワーコーディネーター、保育士、心理カウンセラー、ネイリスト、ブリーダー、トリマー、スタイリスト、漫画家、
学者、研究者、美容家、管理栄養士あたりが向いてますよってことですね。統計学の情報になるところなんですけどね。健康面で、繊細な小鹿は食品添加物は絶対に NG と。で健康には高い関心を持っていて、運動よりも口に入れるものを重視する傾向がありますと。でオーガニックにこだわったり、食品に入っている、添加物などは必ずチェックしたがると。でラベルをじーっと見つめている人がいたら、大体ほとんどの場合その人小鹿さんですよと。本当かなそれは分かんないけどね。で自分を取り巻く環境づくりも徹底していて、空気清浄機、浄水器、空気清浄機や、浄水器はマストアイテムと。でまたコンクリートと、電磁波に囲まれた都会よりも海や森、山など自然の中で過ごす方が生き生きとできるでしょうと。自分の知ってる小鹿さんはね、自然に近いところで生き生きと多分暮らしてる、最近数年前に1回あったけど。で人間関係などに、そのストレスに弱い小鹿の性質があると。大自然が、大いに癒してくれるはずです。昨日あった仲間との旅行でも心身ともにリフレッシュできるので、定期的に取り入れると健康増進につながりますと。昔一緒にツーリングに行ったことがあるな、バイクでね。で恋愛についてで、人見知りなのでスタートはゆっくり、一度恋に落ちる情熱的に。で好奇心旺盛なので恋愛にも強い興味はありますけれども、警戒心が強いのでなかなか一歩が踏み出せないタイプで、明るい雰囲気ながら恋愛には人一倍奥手ですと。で男女ともに優しく受け止めてくれる包容力のある人が好みで、相手から先に気を持たれると、一気にその人のことが好きになってしまうので、恋のスタートは相手主導の場合がおすすめで、特に小鹿の女性の場合は可愛らしく優しい雰囲気なので、男性から人気がありますと。で小鹿はスタートが慎重な分、恋に落ちると一転で、周囲が見えなくなるくらい情熱的、手をつないだりハグをしたりといったスキンシップも大好きで、いつでも一緒にいたがりますと。いいね。で寂しがり屋で、遠距離恋愛では不安が募ってしまうタイプで、こまめな連絡は小鹿にとってマストですと。大切ってことだね、小鹿にとっては。ちょっとエッチについてエッチについてで、男の場合純粋なのでその場限りの関係などは問題外、恋人との時間を何よりも大切にします。女性の場合どこでも相手にべったりとくっついていたがる甘えん坊、独占欲むき出しで束縛するところもありますと。注意しましょうね。結婚的なところ、愛情のシャワーをたっぷりと浴びたい寂しがり屋。基本寂しがりなところはあるんだろうね。好きな人とは常に一緒にいたい小鹿。ちょっと話をその自分が知ってる小鹿だった人は男で友達なんだけど、年上の人と付き合ってて、もういつも一緒にいたね。いつもどこに行くにも一緒にいた。で付き合い始めて相手の人柄を見極めたらすぐに結婚を意識し始めます。で一緒に住む家を探したり、家具や電化製品を選んだりする、準備期間は至福のひとときと。で結婚後は惜しみなく相手に愛情を注ぎ、家庭を大事にします。甘えたりスキンシップしたりするのが好きなので、夫婦の時間も大切にするでしょう。で親しい人には依存心が強くなったり自分本位になりがちな点に気をつければ、平和で愛のあふれる夫婦関係を保てますと。でまたピュアでまっすぐで曲がったことが大嫌いなので、相手の隠し事や嘘に気づいた途端、角が生えて感情をコントロールできなくなるほど荒れ狂いますと。ここ怖いね。そこら辺ちょっと怒らせたらちょっと怖いんだわ。嵐が去るとまたいつもの優しい小鹿に戻りますと。で相性のいいパートナー、大人として尊重してくれつつも子供に接するような優しさで甘えさせてくれる人がいい。好きな人とは長く変わらない信頼関係を築きます。いいことだね。もう結婚してるけどね、ずっともう離婚もせずに生活されてますね。良さそう。順風満帆と言いますか、金銭的なところ。お金のことを口にするのを恥ずかしいと思う感性の持ち主で、損得感情で浮くことはない小鹿は自分からお金の話をすることはなく、金銭への執着も薄め、
老後についてもノープランだったりとお金の管理に甘いタイプと言います。で飲み会などで、損をしても気づかないようなところがありますが、おごってもらうことも多く、なんとかなっている得なタイプと。でお金は自然に巡り巡って自分のところに返ってくるという意識を持っているので、お金のために働くという感覚も希薄と。で困っている人のことも放っておけず、なかなかお金を貯めることができません。保証人などを頼まれると断れないことが多いので、人から騙されることもありますよと注意してください。何でも相談できる友人や金融のプロが身近にいると心強い味方になりますと。金銭感覚としては基本的に甘めで、高いものでも躊躇なく買ったり追衝度買いしてしまったりします。なんかよくね買ってたね、車とかね、車っていうかバイクが好きな友達だとバイクよく買ってたわ。また流行り物や人から勧められるものに弱いところもあります。買い物上手で管理に厳しい人はそばにいると良いでしょう。あとポイント、限りない優しさと心は殺伐とした世界を救う尊いもの。純真無垢な小鹿は人を疑うことを知らない天使のような存在。誰に対しても分け隔てなく優しさを与えます。で時に信頼している人から裏切られたりして人間不信になってしまうこともあるかもしれませんが、そこでくじけずあなたらしく貫いてください。他人を誹謗中傷したり自分さえ良ければいいという姿を小鹿化すると、本来の人間の姿ではありません。こんな風に人間の美しさ、優しさをとことん信じ抜くあなたの生き方は、いじめや、自殺のない世界の扉の鍵となります。優しかったよね、確かに基本的には。そしてそんな愛と平和のエネルギーこそが自分の幸せにも結びついてくる。人間関係のポイントで、本音を建前と使い分けることが苦手なの。確かになんか嘘言えないタイプっていうかね、性格が合わない人や親しくない人の前では、ストレスを溜めてしまいます。馴染めない人と出会った時は宇宙人かもと思えば OK と。でもそんな感じ、自分客観的に見て、自分の知ってる人はね、克服、できたらいいよっていうポイント。一人でも楽しめる、術を身につければ強い独占欲が和らぐと。で気配り上手な小鹿は、周囲にも同じことを求めがちと。でまたちやほやされていると上機嫌ですが、自分の思い通りにならないと途端に拗ねてしまいます。でおしゃべりはあなたにとって大切な自己表現の、源で、みんなに自分の話を聞いてもらいたいという思いが強すぎるあまり、確かになんかそういうとこあったな。なんか結構ね、なんていうの、喋りた、なんていうのかな、伝えたがりっていうのかな。で相手の話を聞こうとしない一面も、相手にもきちんと興味を持ってあげるとより良い関係性が築けるでしょう。いや本当わかるわ、そういう感じで。また独占欲がかなり強いため、友達も恋人も自分だけを見てほしいという気持ちが募り、ちょっと目立ちたがりなとこあったもんな。で他の友達や異性に嫉妬することも自分優先でわがままな面があるので、自分の考えがベストでないことを自覚するとともに、一人でも楽しめるようになりましょうということみたいです。これ基本的な小鹿の要素です。で小鹿に関してはさらに4種類のタイプに分けられます。順番にいきます。1、正直な小鹿。正直で一本気質な性格の可愛い頑固者。純粋でナイーブ、真実の愛を求めます。警戒心の強さから、最初は多少ぶっきらぼうなところもありますが、親しくなると一気にオープンハートしてくる愛くるしい笑顔を振りまくようになります。で人から可愛がれることに、無常の幸せを感じるので、仲が深まるにつれて少しずつわがままな顔が出てきますと。で相手に甘えるようにキュートな雰囲気とは裏腹に嘘を極度に嫌がる。で一本筋の通った人、妥協やごまかしも大嫌いで、一度信頼を裏切られるとその相手に永遠に心を閉ざすパシャンらしいですね。2、強い意志を持った小鹿。人を疑うことを知らない純真な強さと強い意志がある。礼儀正しく穏やか、可愛らしさと竹を割ったようなさっぱりとした性格の二面性が魅力で、柔らかな雰囲気から想像できない
ような、強い意志と闘争心を秘めた知性派で、逆境に強くたくましく自分の人生を切り開いていきます。で情に厚く身内意識も強いので、仲間や家族に何かあった時は自分が犠牲になってでも守ろうとする姿勢を見せます。でその愛情深さで素晴らしい家庭を築くでしょう。今気づいてるね、その人はね、結構そんな感じで。ただお金には無頓着なので、なかなか、そう貯蓄できないみたいなとこ書いてますね。3、しっかり者の小鹿。誰とでもすぐ仲良くなれる交際上手な社交家。どんな相手ともたちまち打ち解けるで社交上手な気配りな人。行き届いた配慮で場の雰囲気を和ませます。部下や後輩などに対する面倒見が良いので、リーダーとしても頼りにされるでしょう。ただ頼まれるとノーと言えないのが人がいいところがあるので、自分で自分の首をそのため締めてしまうことがあると。見解を見極めることがなので大切です。楽観的な性格から、なんとかなるだろうと甘く考えて、期日前に慌てることもありますとはいえ、ピンチで必ず助け舟が現れる強運の持ち主。強運を持ってんだね。しっかり者の小鹿。4、華やかな小鹿。華麗な少女のようなイメージを持った優等生と。でおっとりしていて上品、華やかな印象からは想像もつかないような芯の強さを秘めた真面目で責任感のある人ですと。で社交性もあるので評判はいい。で職場での信用も厚いので着実にキャリアアップを重ねる。で堅実に貯蓄もする。で知的な、趣味も豊富で才能も発揮。で勝ち負けには興味がなく、自分の好きなものだけを見つめていますと。で自分と価値観の合う人だけを関係を築きたいと思う。自分と価値観の合う人とだけ、関係を築きたいなと思う意思があるということで、一度信頼した相手とは長く付き合うようになる人ですと。華やかな小鹿。以上でした。でこれが小鹿の情報です。いかがでしたか？当たってましたか？はい、それではそれぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時に月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とか行動パターンとか分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のなんかパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、そのなんか変な意味じゃなくてね、なんかこの人はなんか話しててなんか相性いいけど、この人とはなんかうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたらなんか相性悪いみたいな、なんかそんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回、占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところがあって、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、ちょっと、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が、何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今のところ男性ユーザーが 90% 視聴を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなと思うのが一つと、
僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の動画と不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。なんかいろんなことあったんですよ。スピリチュアル的な霊感的な、そういうの結構人よりそのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話も動画でしてるんで、それ見てもらうと分かるんですけども、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。それをちゃんとYouTube でできるように、コンテンツとして増やしていこうかと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味でも、前は別にそういうことする気なかったんですけど、シェア増やしていきたいし、チャンネルも増やして登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。